こんな姿勢のまま腹筋頑張ってもお腹周り、腰肉、下腹痩せません。綺麗な姿勢よりも猫背の方がお腹たるむの分かりますよね。腹筋がサボってる座り方です。猫背になる原因は裏もも、お尻、筋膜の硬さです。この3つが硬いと骨盤を後ろに引っ張ってしまって自然と猫背になります。3つ全てが解消して筋膜リリースもできる裏技が前屈です。できるようになれば骨盤立って胸が張れてお腹周りの脂肪がつきづらくなります。皆さんこんにちは。ズボラのトレーナー深井です。スマホは床に置いて見ながらやりましょう。まずは足伸ばして長座体前屈で裏もも、お尻の柔軟性チェックしていきます。指先でつま先触ることできますか？最低ラインが指先でつま先触れることです。これができないとやばいです。理想はこの手首つま先触れたら最高ですが、僕もつきません。皆さんどうですか？無理しないでくださいね。膝はしっかり伸ばしたままですよ。呼吸止めないようにしましょう。あんまり肩も力入りすぎないようにしましょう。ビフォーアフターでこの前屈比べますので楽しみにしててください。よし、OK。そしたら次はあぐらみたいな感じにしましょう。で、右足を左に持ってきて、この足をお腹にぐーっとつけます。右のお尻伸びてくる感覚があると思います。なるべくピンと胸を張っておきましょう。体を足に近づけるのではなくて、足を体に近づけましょう。右のお尻が伸びてれば OK です。きつくてできないよって方は、この右足もうちょっと前、この辺でもいいです。右のお尻が伸びてればそれで OK です。逆に余裕がある人はしっかり足手前に引いてピンと胸張るとより右のお尻伸びてくると思います。OK。 逆足いきます。左足を右こっちに持ってきて、両手でこの左足お腹にぐーっとつけましょう。左のお尻が伸びてくる感覚あれば OK です。この見た感じ、僕とちょっと違うポーズになってたとしても、左のお尻伸びてればそれで OK です。足を手前に持ってくれば強度が弱まります。逆に自分の体の方に近づければより伸びてきます。なるべく姿勢正しておきましょう。で、呼吸止めないようにして、肩ね、変な力入りすぎないように意識をしましょう。 OK。 そしたら足伸ばして手は後ろにつきましょう。じゃあまずこの左足をこんな感じで大きく外回ししていきます。時計回りですね。ゆっくり大きく回しましょう。スピードは重要ではないです。普段動かさない範囲で大きく回しましょう。で、股関節ゴリゴリなるよって方は、痛みがなければそのまま大きく回して OK です。痛みがあればゆっくり小さく、痛みがない範囲で回していきましょう。スピードよりも大切なのは普段動かさない範囲で大きく回すことです。さらに余裕があれば手を床から離すと体幹トレーニングしながら股関節ストレッチができちゃいます。 OK。 次逆足いきます。手床についておいていいですからね。右股関節大きく外にこんな感じで回していきます。時計回りと反対、反時計回りで大きく回していきましょう。ゆっくり大きく回します。呼吸は止めないようにしましょう。これもスピード重視ではないです。痛みがある方は痛みない範囲で、痛みなければゆっくり大きく回しましょう。余裕がある人は手を床から離してやってみると腹筋に効きます。きつい。これはきつい。きつい。よっしゃ、OK。次は右足伸ばしておきましょう。で、右足の方に向かって体を倒します。右の裏もも、膝の裏のあたり伸びてくれば OK です。余裕があれば手でつま先掴んじゃいましょう。ただ膝曲がらないようにしっかり伸ばしましょう。きついよーって人はこんな感じでも全然 OK。何の問題もないです。膝の裏もも伸ばすことが目的です。手でつま先触ることが目的ではありません。裏もも、膝の裏伸びてればそれで十分 OK です。呼吸は止めないようにして、肩ね、変な力入りすぎないようにしましょう。OK。次、逆足いきます。左足を伸ばして、左足の方に向かって体を倒します。左の裏もも、膝の裏伸びてれば OK です。
余裕があれば手でつま先触りましょう。伸びてますかね、裏もも膝の裏。で、肩力入れすぎずに呼吸止めないようにしましょう。本当にどうでもいいんですけど、すいません。朝ですね、僕が怪我してる膝に娘に絆創膏を勝手に貼られたのを剥がすの忘れてました。めちゃめちゃ恥ずかしいですね、これちょっと。すいません。どうでもいいですね、ごめんなさい。よし、オッケー。次の種目いきます。じゃあ、あぐらとか正座とか長座とか楽な体勢で座りましょう。で、右手、右肘、床について、左手万歳しましょう。左の脇腹、脇の下、この辺り伸びれば OK です。で、指先遠くに向かってぐーっと伸ばすと、脇腹、脇の下、より伸びてきます。斜め前に倒したり、真横に倒したり、こうしたら伸びるなーって位置を探してみましょう。あぐらがきつい方、なんかこうやって女の子座りみたいにしたりとか、もしくは正座してもいいです。ここ伸びてれば OK。こうやってね、反対に左のお尻が床から浮いても問題ないです。脇腹、脇の下伸びればそれで OK です。よし、OK。逆側行きましょう。左手、左肘、床ついて、右手万歳しましょう。脇腹、脇の下伸びますか？指先なるべく遠くに向かってぐーっと伸ばす。斜め前倒したり、真横倒したりとか、自分がね、楽な方向に倒せば OK です。呼吸は止めないようにしましょう。これ、広背筋っていう筋肉なんですが、骨盤から、この腕、二の腕あたりにかけてついているので、長座体前屈前に進むにはすごい重要な筋肉です。腰痛の方とかはね、こうやって伸ばしてあげるとかなり楽になると思います。OK。そしたら次、もう一回右足を伸ばします。で、なるべく股関節開いておきましょう。そのまま体真正面に倒しましょう。右の内ももを伸びてくる感じがあれば OK です。で、体前に倒すと、つま先がこうやって前倒れてくると思うんですが、なるべくつま先真上向けておくと、より内ももが伸びてきます。ただ、硬い方はどうしてもつま先前に倒れちゃうと思います。それでも OK です。内もも伸びてれば OK。余裕があればどんどん前倒れていきましょう。逆に余裕ない方は、これぐらいでも全然 OK。内もも伸びてればそれで目的達成です。よし、OK。逆足行きましょう。左足伸ばして、股関節、なるべく広げる。で、その状態で体真正面に倒していきましょう。左の内もも伸びれば OK です。つま先がなるべく真上向いてるといいです。ただ、つま先真上向けることが目的ではないです。内ももが伸びてれば、それで OK。で、最近よくベッドでやった方がいいの？ヨガマットでやった方がいいの？っていう質問をいただくんですが、僕の考えは、皆さんが習慣化しやすい方、毎日の習慣に組み込みやすい方でいいです。だから正直ベッドの方がね、準備がいらないので、僕個人的にはおすすめです。よし、OK。次はですね、二の腕のストレッチやっていきます。右手を上げて、左手で右肘を掴んで、こっち、左にぐーっと体を倒します。右の二の腕、脇腹伸びれば OK です。で、余裕がある人は、この右手で肩甲骨触ってあげると、より伸びてきます。体を左に倒すと、より脇腹、脇の下、伸びてくると思います。ただ、肩腰痛い方、痛みがない範囲で OK です。脇腹、脇の下、伸ばすことが目的です。呼吸は止めないようにしましょう。で、もしね、この動画きついよって人は再生速度調整したりとか、ところどころサボっても OK です。よし、OK。次、左手上げて、右手で左肘掴みます。ちょっと右にぐーっと体を倒すと、左の脇腹、脇の下伸びてくると思います。で、余裕があれば、左手で肩甲骨を触ってあげると、より伸びてきます。もっと体を右に倒すと、脇腹の方までね、伸びてくると思います。呼吸を止めないようにしましょう。きついな。肩腰痛い方は絶対無理しないでくださいね。途中でサボってもいいし、一回再生止めて、水分補給したりしてもいいです。よし、OK。次は、もう一回右足伸ばして、股関節なるべく広げましょう。で、このまま体真正面に倒して、つま先を真上向ける、倒す、真上向ける、
倒す。これを繰り返していきましょう。股関節付け根からしっかり外ねじりするイメージ。ねじる。こっからねじる。つま先上向けて倒す。上半身はなるべくこうやって寝かせておくときついです。内もも伸びる感じあればそれで OK。呼吸は止めないで、変な風にね、肩こんな風に力入らないようにしましょう。きついな。よし、OK。これで次、左足伸ばします。でなるべく股関節開いた状態で、体を真正面に倒す。で、つま先倒す。真上向ける。倒す。真上向ける。この左の内もも伸ばすことが目的です。体はなるべく前に倒した方が効果的ですが、きつい方はこれぐらいでも十分 OK。伸びますよね、内もも。結構僕のおすすめのサボり方はですね、各種目の最後の10秒をサボるとかなり楽になります。で、なんかこうサボらず完璧にやることよりも、もうこの習慣化することが圧倒的に大事なので、僕はもうね、サボりをね、どんどん推奨してます。よし、OK。そしたらもう一回足伸ばして、手は後ろにつきましょう。で、左足、股関節こうやって回すんですが、さっきと逆です。内回し、左足を、時計回りと反対、反時計回りに回してます。伝わりますかね。ゆっくり大きく回す。これもゴリゴリなる方、痛みがなければ大きく回して OK です。痛みがある方は、ゆっくり小さく、痛みない範囲で回していきましょう。普段動かさない範囲で大きく回すことが目的です。股関節痛みある方絶対無理しないでくださいね。ゆっくり大きく。OK。皆さんついてきてますか？逆足いきますよ。右の足、股関節こうやって内回し。今度は時計回りに回してます。大きく回しましょう。痛みある方、痛みない範囲で OK です。で、これ皆さんからよく質問いただくのが、エアコンつけたままやっていいですかって最近質問いただくんですが、エアコンつけたままやってもちろん OK です。ただやっぱホットヨガとかね、そういうのがあるぐらいなので、あったかい部屋でやった方が、もちろん汗かくし、デトックス効果もあって効果的かなとは思うんですけど、熱中症だったら元も子もないので、エアコンつけてやってもらって問題ないです。OK。次は、一回、両手で、こうやって足掴みましょう。膝曲がってもいいです。できました？そしたらそこからゆっくり膝伸ばしましょう。背中とか膝の裏もも伸びてくると思います。しっかり足掴んだまま、ゆっくり膝伸ばす。きつい。なるべく前に倒れる。顔はね、おへそ覗き込むイメージ。前屈できない人向けにこうやって前屈するイメージ持たせるためにわざと膝曲げたままやってます。余裕があれば掴んだままゆっくり膝伸ばしましょう。呼吸は止めないようにしましょう。よし、OK。そしたら次は体育座りの状態で両手でももをこうやって抱えましょう。で、目はおへそを覗き込むイメージ。腰を丸めましょう。腰から背中、肩甲骨あたりにかけて伸びる感じがあると思います。しっかり太ももを抱えて、おへそを覗き込む。いまいち伸びない方は、ちょっと膝伸ばした状態で、太ももを抱えて、おへそを覗き込むと、腰、背中、肩甲骨あたり伸びると思います。なるべく、目はおへそを覗き込みましょう。呼吸を止めないで、肩腰痛い方絶対無理しないでくださいね。よし、OK。そしたら、あぐらとか、もしくは長座とか正座とか楽な状態で座りましょう。後頭部で手を組んで、おへそをしっかり覗き込む。ゆっくり反らせる。おへそをしっかり覗き込む。ゆっくり反らせる。これも肩腰痛みない範囲で行いましょう。しっかり反らせる。しっかり覗き込む。普段動かさない範囲で大きくですよ。しっかり胸張って、しっかりおへそ覗き込んで。呼吸は止めないで。きつかったらサボっても OK。再生速度は調整してもいいですからね。再生速度の変え方、わからない方は概要欄に再生速度の変え方貼っておきます。よし、OK。そしたらまたあぐらとか正座とか楽な体勢のまま、もう一回後頭部で手を組んで、おへそをしっかり覗き込んで、キープです。首の後ろ、背中、腰にかけて伸びれば OK です。
しっかりおへそ覗き込みましょう。しっかり腰、背中丸めるイメージです。わざと猫背を作る。呼吸を止めないようにしましょう。きつかったら、一回戻って、もう一回やり直してもいいです。覗き込む。呼吸を止めないで。しっかりおへそ覗き込んで。よし、OK。きつい。そしたら、このあぐらみたいな状態から、右足をちょっと前に出して、体は正面に倒しましょう。右のお尻が伸びてくる感覚があれば OK です。で、いまいち伸びないよって方は、この右足をちょっと前に出して、もっと体を倒してみたりとか、斜め前に体を倒したり、逆に右斜め前こっちに倒したりとか、足を手前に引いたりとか、この角度、右のお尻伸びるなーって位置を自分で探しましょう。お尻の筋肉大きいので、人によって硬い部分が違います。自分が伸びやすい位置をね、足の角度変えたり、前に倒れる角度変えたりして、調整しましょう。OK。逆足いきます。左足をこんな感じで前に出して、真正面に体倒しましょう。左のお尻伸びてくれば OK です。伸びますかね、左のお尻。余裕があればどんどん体前に倒していくといいと思います。で、基本的には足を前に出した方が強度が上がります。伸びなければ体を倒す方向をね、斜め前に倒したりとか、もっと前に倒れたりとか、いろいろ調整しましょう。呼吸は止めないようにして、絶対肩腰痛い方、無理してほしくないのと、肩ね、こうやって変な力入らないように意識を続けましょう。OK。そしたらちょっと難しい股関節周り、体幹周りの筋肉使う練習です。体育座りみたいな状態から、手を床につかずに、左に倒す、ごめんなさい、右に倒す、左に倒す。手は床につけないです。できますか？しっかり膝と膝床につける。結構難しいです。もしきつかったら手床についても OK です。こうやって膝と膝をしっかりつける。で、これ膝痛い方は無理しないでくださいね。余裕があれば、ちゃんと手は床から浮かせた状態で、こうやって体幹でキープして、股関節周りしっかり動かす。結構これ難易度高いと思います。わからなかったらコメントで質問してください。OK。そしたらもう一回足伸ばして、手を後ろにつきます。で、片足ずつしっかり上げる。前ももをお腹に近づけるイメージ。普段動かさない範囲までしっかり高く上げると、股関節、付け根とか腹筋、使う感覚、わかると思います。きつい。皆さんどうでしょう？ついてこれましたか？各種目と種目の間の秒数とか、この声かけとか、皆さんがやりやすいように、毎回ちょっと研究してね、いろいろ調整してるので、もしこうだったらもっとわかりやすいなとかあれば、コメントで遠慮なくご意見いただければと思います。よし、OK。じゃあ最後もう一回、長座体前屈チェックしてみましょう。ビフォーアフターで変化がわかるはずです。膝なるべく伸ばしたままです。僕は、ギリギリ指先触れるぐらいだったのが、第1、第2関節ぐらいまで、つま先に当たるようになりました。皆さんはどうですか？膝はしっかり伸ばしておいてくださいね。で、肩腰痛い方絶対無理しないでください。で、この長座体前屈と同じぐらい開脚の柔軟性必要です。開脚の動画も概要欄貼っておくので、ぜひね、余裕があればこの後続けてやってみてください。あと、お腹痩せもっと重点的にやりたいって方は、腹筋動画概要欄貼っておくので、そのままやってみましょう。あと、Twitter、インスタ、毎日更新してますので、ぜひフォローお願いします。お疲れ様でした。ここまでよく頑張りました。ビフォーアフター変化わかりましたか？よく頑張った自分に拍手しましょう。この動画良かったら、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。僕と一緒に頑張りましょう。